剣闘士奴隷なんていうね。これ何かっていうと、殺せーって言ってるんだよ。この人です。この人って2人いるけれども、グラックス兄弟な。はい、というわけで南イタリア。要するに、こっからここまでが、同盟史戦争。これが最終的に、ごきげんよう、世界史の時間です。ローマ共和世紀、もう随分と長いことやってきましたが、そろそろ末期に入っていきます。その引き金というのかな、入り口になったのがこのグラックス兄弟の改革。今日はそんなお話をしていきます。はい、この今ピンク色で表したのが第二次ポエニ戦争が終わったぐらいの頃のローマの領域。これがカルタゴが滅亡し、そしてペルガモン王国が併合された全133年、プラスこの辺もそうだな、ヒスパニアの内陸部へとどんどん領域が広がっていった、これ全133年当時のローマの領域を表しているんだけれども、今回はこの全133年に起きた出来事、これを中心にお話をしていきたいと思います。ちなみに、この当時、ローマの周辺にあった有力な国々、まだ残っていますよっていうので、ヌーミーディアとかプトレマイオスとかセレウコス朝とかハスモン朝とか、そんな話前回やりましたね。これはおまけですが。はい、こうしてローマは地中海を我らの海と言えるぐらい、その領土を大きく広げていったわけなんだけれども、これがだいたい120年くらいの間の出来事でした。というのも、全264年に第一次ポエニ戦争が始まって、で、全146年に第三次ポエニ戦争が終わっているので、この第一次ポエニ戦争から第三次ポエニ戦争が終わる間に、ヒスパニア、アフリカ、そしてヘレニズム世界ですね。こっちの方へと大きく領土を広げていったわけだね。でもずっとこの間戦争をやっていたわけでしょ。で、ローマの兵隊さんって、ローマ市民なわけですよ、基本的には。で、彼らがその義務として徴兵されるわけですね。多くの場合は中小農民です。っていうか、ほとんどが中小農民ですね。これが中核をなす、いわゆる重装歩兵部隊を作って、その軍隊の中心にあったわけなんだけれども、彼らがずっと戦争に従軍していた120年もの間ね、もちろん一人の人間がそんな長いことやってるわけではないけれども、継続して数十万からのローマ市民がずっと外で戦っていたわけですね。特に第二次ポエニ戦争、この時は外だけじゃなくて内側、イタリア半島内でも戦争がずっと続いていた。ハンニバルは16年間もイタリア半島に居座って暴れ続けたわけだからね。特に南部の方の荒廃は甚だしいものがあったわけですよ。略奪はされるわ、戦いで踏み潰されちゃうわでね、この戦争の間に中小農民たちは甚大な損害を被っています。これがまず1点。兵隊さんとして農民たちが一生懸命頑張っていた、命を懸けて頑張っていたっていうことだね。プラス広大な属州ができました。植民地だと思ってください。属州。ここから大量に穀物が入ってくるようになります。もうほとんどただ同然というか、税金としてだいたいどれくらいだろう、4割ぐらい ?4 割ぐらいの穀物が、少なくとも4割ぐらいの穀物が徴収されるので、これが大量にローマ市内へと流れ込んでくることになります。この2つがこの120年間で起きたローマの大きな社会構造の変化なわけですね。それによって一体どういうような結果が起きたのか。まず長期間の従軍、そして属州からの安い穀物だね。農民たちだから本来そうやって農作物を作っているわけですよ。特に小麦っていうことだけれども、でもただ同然の穀物が外から入ってきちゃう、属州から入ってきちゃうから、農民たちは結局価格競争で負けちゃうわけですね。そもそも第二次ポエニ戦争で農地が荒らされちゃった、それを回復させるだけでも大変なのに、そこへ持ってきて属州からのただ同然の穀物でしょ。もう中小農民たち、農民やってられなくなるわけですね。結局土地を手放して没落してしまうことになります。多くの中小農民が土地を失いました。するとね、もともとこの農民たちが
軍政の中核だったわけでしょ。さっきもちょこっと言ったけれども、徴兵を敷いて、ローマ市民がその市民権を行使するためには、義務としての徴兵ってのがあったわけだよね。で、それができなくなっちゃうわけでしょ。つまり、兵隊を集められなくなる。軍政が完全に崩壊してしまいます。土地を失った農民たちはもう農民じゃなくなるわけだから、職を求めてローマに流入してくる、ローマ市っていうことですね。市内に流入してくることになります。でもそんな大量の人々がやってきたって職なんかないわけですね。彼らは財産のない市民、無産市民となって大量にあぶれ者としてね、言ってみればホームレスだと思っていいですよ。そういう人々がローマにどんどん入ってくるようになります。ローマの人口が急増します。ただ同然で属州から穀物が入ってくるといってもただではないから、結局財産のない市民にとっては穀物すら手に入らない、パンすら食べられない状態っていうのが続くわけですね。彼ら無産市民はスラム街を作っていきます。今でもそうだけど、現代でもそうだけれども、スラム街ってやっぱり治安が悪くなるね。治安の悪化の元になっていきます。実際にローマ市内はだんだん治安が悪化していく。無産市民たちは飢えて、いわゆる飢餓の状態に苦しむことになるわけですね。そういうのがどんどん頻発していくことになります。さあ、大変なことになってきたね。これ本当に大きな社会構造の激変と言えると思うんだけれども、このタイトルに示したようにね、まず軍政が完全に崩壊して、次にどっかから敵が攻めてきたとき、効果的にローマを守れなくなるってことでしょ。プラス、今ローマで溢れ返っている無産市民たち、彼らはいつ暴動を起こすかわからないですよ。なんでこんな不公平な目に遭わなきゃいけないんだと。有力者たちは、後でまた話をするけれども、さらに有力になっていくわけですね。裕福になっていくわけですね。そうやって彼らばっかりが儲けていて、一方で元中小農民たちが財産を失って無産市民となっていく、まさに貧富の差が一気に広がっていく、そういう120年でもあったわけですよ。無産市民たちがいつ何を起こすかもわからない。だけど逆に考えるとね、無産市民だって市民であることには変わりがないわけですよ。つまりローマ市民権を持っているっていうことね。平民会に出れば彼らは立派な選挙権持ってます。参政権持ってます。だから次また有力者がね、何かの役人になりたいです。いやコンスルでもいいですよ。になりたいと思って立候補したときに、彼らの支持を集めて投票してもらわなければ役人にすらなれないわけでしょ。だから逆にね、チャンスだと思うわけだよ。無産市民たちに例えば小麦を提供するなり、暇でずーっとうろうろしてるわけでしょ。彼らに娯楽を提供するなりすれば、ありがとうと言って、その有力者、提供してくれた有力者に次の選挙で票を入れてくれるかもしれないじゃないか。だから彼らは人気取りのために、有力者はってことだよ。有力者たちは人気取りのために、この無産市民を利用するんですね。彼らに無償で小麦や娯楽を提供することになります。これがいわゆるパンとサーカスってやつです。サーカスってキルケンセス、ここに一応書いておいたけど、キルケンセスって意味で、もともとは戦車競技場、競馬ですね、競馬場のことなんだよ。そうやって戦車競技っていうのを提供しろっていうことでサーカスっていうふうに言ってるんだけど、これ後に英語のサーキット、レース場のことをサーキットっていうでしょ。あれの語源になっています。で、ここから発展して剣闘士奴隷なんていうね、グラディエーターですか、聞いたことがあるかもしれないね。彼ら、いわゆる奴隷たちを使って見せ物をやるわけですよ。まさにサーカスですね。危険な命をかけたショーをやらせる過激なスポーツ全般に、このサーカスっていうのが拡大解釈されていきます。これがいわゆるグラディエーター、剣闘士奴隷なんだけれども、今彼が勝ったんでしょう。で、下に今命乞いしてるっていうのかな、助けてって、まだ生きてるねこの人。多分これ死んじゃってるんだろうな。ここも死んじゃってるな。この人が今やられそうになっています。観衆がここにいて、観客がいて、わかるかな、親指を下に突きつけてうーってやってるんですね。これ何かっていうと、殺せって言ってるんだよ。助けてあげてっていう時には親指を上に上げます。親指を今のいいねのやつですね、グーサインっていうんですか、親指を上に上げているサインっていうのは
命乞いっていうのがね、殺さないであげてって意味で、これ今、親指を下に下げてるときは、殺せって言ってるんですね。だからそれに合わせて、この勝者は彼をこれから殺すんでしょう。まさにこうして、グラディエーターたちは命を懸けて、彼らに娯楽を提供していたわけですね。その娯楽を提供していた主な場所がコロッセウム。これはイタリアにある世界遺産になっているコロッセウムだけれども、円形闘技場、本来はアンフィテアトルムって言います。コロッセウムっていうのはまさにこのローマにあるこれの固有名詞のことをコロッセウムって言うんですね。基本的にこの円形闘技場のことはアンフィテアトルムって言います。内部はこんな形になっています。本当はここの部分に板が張ってあって、このなんか溝みたいになってる、歯みたいになってるところは隠れています。で、ここからいろんな仕掛けがあって、ぐーっとかってこう、機械でね、エレベーターみたいなので、こう、ステージに上がってきたりしてね、戦ったりするわけなんだけどね。はい、というわけで、この急速な社会構造の変化の中で、貧しい人々ってどうなっていったのっていう話だったんだけれども、では一方、有力な人々、もともとお金持っていた人々はどうなったのかっていう話に入っていきます。前218年。この年って、あれですよ。第二次ポエニ戦争が始まった年ですよ。ハンニバルがアルプス越えてガリア・キサルピナへと侵入してきたあの年が前218年ですね。で、この年、クラウディウス法という新しい法律が成立しています。高貴なものにお金儲けはふさわしくない。つまり、貴族たち、元老院議員ですね。彼らが商業活動をしてはいけないということを決めた法律。すげえ法律だな、これな。なんていうのが決まったわけですね。でね、これまで元老院議員を構成していたパトリキとかノビレスって言われた人々、有力者たちですね。これ以前も紹介したことがあるけれども、パトリキっていうのが、そもそもの貴族たち。ローマが始まったぐらいの頃、ロムルスとかレムスとかっていう伝説の人々がいたぐらいの頃からあった由緒正しい名門貴族のことをパトリキって言います。で、これに対して平民たちの権利がどんどんね、ホルテンシウス法ですよ。あれが確立して以降、平民たちの中からも有力な人々が御民間を経て元老院議員になっていった。そういう人々のことをノビレス、新貴族なんて言ったわけですね。で、こういう人々が結局、元老院議員をやるんだったらば、続けたいんだったらば、海外貿易はできませんよ、お金儲けはできませんよっていうことになった。これが大きなきっかけになって、商業ができないんだったら、じゃあ農業で稼ぐかというわけで、元老院議員たちは農業経営に集中していくことになります。ちょうどこの頃から一気に海外領土属州が増えていったので、元老院議員たちは属州総督という形でね、これに就任する。要するに属州を管理、監督する。そういう立場になって、広大な国有地を占有することになります。国有地っていうのは、つまり属州です。属州の土地は基本的にローマの国有地となりました。で、ここを、この元老院議員たちが国から借り受けるという形になって、もちろん税金払うことになるんだけれども、ここから一気に搾取してね、大量に搾取して、そして大儲けしようと考えたわけですね。プラス、イタリア本土内でもね、特に第二次ポエニ戦争が終結した後、その頃から没落した中小農民たちからね、安価にその土地を買い上げて、広大な領土を、土地を占有することになります。こうして属州総督になって、海外領土に広大な土地を手に入れる。そしてイタリア本土でも中小農民から土地を買い上げて広大な土地を手に入れる。それこそ見渡す限りの広い土地で大量の奴隷を刺激したラティフンディウムですね。これも以前ちょっと紹介したことがあるけれども、ラティフンディウム、奴隷制大規模農業ですね。これを経営することになります。用人国史ってこれ日本史になるんだけれども、用人っていうのはつまり京都に住んでた、都に住んでいた貴族たちが地方の支配者、国司ですね、これになるんだけれども、自分たちはお貴族様で田舎のね、泥臭い生活なんかしたくないわけですよ。都で華やかな生活をしたいから自分たちは都を離れないの。その代わり木大って言って自分の部下たちですね、これを地方に派遣して自分たちの代わりに土地の支配管理っていうのをお願いするわけですね。こういうのを容認っていう風に言ったんだけど、全く同じだね。
元老院議員たちはローマでの贅沢な暮らし、華やかな暮らしを忘れられないし、捨てるつもりなんか毛頭ないです。だから自分たちの部下を属州に派遣して彼らに全部任せっきりにしちゃうのね。奴隷なんかは大量に購入するけれども、多分その奴隷一度も見たことないんじゃないですか、ほとんど。全部属州で働かせて、そして死ぬまで酷使するわけでしょ。その間、元老院議員たちは何もしなくてもお金が入ってくるわけですね。そして贅沢な暮らしを続けることになります。平安時代の日本とほんとそっくりだよ。容認国士だな、これな。例えば、第二次ポエニ戦争が終わったぐらいの頃、サルデーニャ島から7万人とか一気に奴隷が入ってきたんだって。とか、第3次マケドニア戦争の時、エペイロスがなぜか侵略されて属州にされちゃった。あの時も5万人ぐらい入ってきてるし、カルタゴが滅亡した第3次ポエニ戦争の時なんか5万5千人でしょ。なんて感じで、万単位で次々と奴隷が流入することになるわけですよ。一気に奴隷の価格って下がっていって、実際全1世紀以降、1人当たりの価格が日本円で500円くらいまで下落したらしいな。ほぼただ同然じゃないですか、500円なんて。裕福な人々、有力者にとっては。デロス島、ギリシアのエーゲ海に浮かぶデロス島ですね。有名なデロス同盟、古代ギリシアの時のデロス同盟ですよ。金庫が置かれていたのがデロス島だけれども、あそこに国際奴隷市場が立つんだって。そこでは毎日数万人の奴隷がやり取りされる、取引されるんだけれども、奴隷1万人のまとめ買いなんて普通にあったっていうからな。それくらい奴隷って安いものになってしまった。こうしてね、大量の奴隷を刺激して、属州ではラティフンディウムなんていうのが営業されることになるわけなんだけれども、経営されることになるわけなんだけれども、それ以外にも、例えばローマ市内での仕事、いろんな仕事あるよね。例えば家庭教師だっていいんだ。お医者さんだっていいんだ。仕事という仕事のほとんどは奴隷がやることになります。奴隷って言ったって自由人だった頃にはいろんな仕事についていたわけでしょ。それはローマと同じなわけですよ。皆さん市民として、かつての自分たちの所属していた国の市民として責任を持って兵隊としてローマと同じように戦っていたわけだから、中にはお医者さんもいただろうし、例えば庭師がいただろうし、料理人がいただろうし、みんな自由人だったから、それぞれのなりわい、職業というものを持っていたわけですよ。で、彼らは奴隷になった後も、そのいわゆる職業スキルっていうんですか、持っているわけでしょ。だからそれを有効に働かせてっていうか使わされて、奴隷になった後もローマでのそういう仕事、さっきも言ったように医者であるとか家庭教師であるとか、そういう高級なっていうのかな、知識人も含めて全て奴隷がやるようになっていくわけですね。どんどんローマ人たち働かなくても良くなっていくわけですよ。それはそれとして、さっきはね、元老院議員の話をしたわけなんだけれども、一方で商業活動で儲けたい、それを続けたい富裕市民っていうのもいたわけだな。で、もともとの名門貴族ではなくって、おそらくはノビレスに入っている人なんだろうけれども、そういう人々は元老院議員になるのを諦めます。その代わり、エクイテス、もともと騎士っていう意味だけれども、彼らエクイテスと呼ばれた人々がノビレスと区別されて、海外貿易などの商業活動でさらに儲けていくことになるわけですね。多くの場合は属州で徴税請負人という立場になって、例えば属州民から税金を絞り取ったり、例えば塩を作ったりとかね、鉱山を開発したりとか、いろんな土木工事、いろんな仕事あるよね。そういうのを、いわゆるまとめて公共事業っていうけれども、こういうものを請け負って、莫大な富を蓄積することになるわけですね。ノビレスの中で、新貴族の中で、元老院になった、それを維持した人々のことをそのままノビレスと言って、商業活動に転向した人々のことをエクイテスって言ったわけですね。まさにそのクラウディウス法がこの2つの分岐点になったわけですね。もともとね、エクイテスっていう言葉はあって、戦士の中で、兵隊の中で、とてもお金のあるトップクラスの人々のことを騎士、エクイテスって言っていたわけですね。要するに、武器は全部自前で揃えなきゃいけないから、馬に乗れる、馬を飼えるほどの裕福な人々、
特別に金持ちっていうことですね。そういう人々のことをエクイテス、トップクラスの兵隊さんたち、戦士たちっていうことだったんだけれども、それが前2世紀以降、クラウディウス法の後は、お金持ちっていう意味でエクイテスって使うようになった。ノビレスとの違いっていうのは、元老院議員になったか、そうでないかっていう違いですね。どっちを選んだか。クラウディウス法で、貴族、いわゆる元老院議員になることを選んだのか、商人になるのを選んだのかっていう違いです。それはそれとして、じゃあ彼らがこぞって搾取していた属州についてのお話、どんなひどかったのかっていう話ですね。まず属州民には属州税といういわゆる収穫の10分の1税が課されます。これは属州民は兵隊として徴兵されることがないからね、その分の負担だっていうことで10分の1税というのを取られることになるのね。プラス国有地、さっきもちょっと話をしたけれども、属州のほぼ全土はローマの国有地っていうことになるので、そこに住んでいた属州民はいやおうなしに国から土地を借りて生きていく、生活していくということになります。なので、その賃貸料として収穫物の3分の1を払わなければいけません。これで全部で4分の1ぐらいになるの？そこに徴税請負人の不当な搾取、いろんな形があったようだけどね。だからこれが加わることによって、おそらく半分から6割ぐらいの、いわゆる収穫からっていうことね、収穫物の6割近くは持っていかれたのかな。とにかくあまりにも過酷な収奪が行われたようです。でね、多くの属州では数十年のうちに自由民の人口が9割減っちゃう、10分の1にまで減っちゃった。そうですね。これ別に殺されちゃったっていうことじゃないよ。飢えて死んじゃったっていうことじゃなくって、債務奴隷という形で、自由民のね、その地位を捨てて奴隷になっちゃったっていうことですね。つまり、徴税請負人は、あらゆる形で自由民、属州にいる自由民たちに、いろいろな、課税を押し付けることになるんだけど、当然払いきれなくって、それは借金として溜まっていきます。最終的には結局払いきれず奴隷に落ちるっていうことになるわけですね。そんなことが数十年、ほんの2、30年ということなんだけれども、やっているうちにもう自由民が10分の1にまで減っちゃった。どんだけ強引に搾取していたのかっていうのがこれでよくわかるかと思います。というわけで、せっかく残っていた自由な人々もどんどん奴隷に落ちていく。そして奴隷たちはこき使われていくわけですよ。さすがに暴れるわな。奴隷反乱が頻発します。大規模なものとしては、前196年にエトルリアで始まったものが手始めらしいけれども、次にシチリア島でとかね、その次にはイタリア半島南部、カプアあたりでとかね、いう風に次々とこの奴隷反乱、大規模なものが起きていきます。もはや反乱ではなく戦争、奴隷戦争なんて呼ばれるようなものが頻発することになるのね。考えてみれば、まだ属州ができる前、イタリア半島内部で戦っていた時だって奴隷っていたわけですよ。でも全然数が少なくって、なんていうのかな。一緒に農業を手伝ってくれる人、生活手伝ってくれるお手伝いさんぐらいな形で結構大切に扱われていたらしい。家族の一人ぐらいな感じ。中にはひどい扱いを受けていた奴隷もいただろうけれども、多くの場合は家族の一員、召使いっていうんですか、それぐらいの扱いだったものが、それこそ数万人単位でどんどん入ってきて、さっき言ったようにね、1人当たり500円なんていう低価格になってくると、もう主人たちは顔すら見たことがないぐらいの大量の奴隷を刺激しているわけでしょ。もうどんどん家畜以下の扱いになっていくんだろうね、そうなってくるとね。さすがに彼らだって人間なんですよ、奴隷たちだって頭にくるわな。こうして大規模な反乱が起きるようになるわけですね。奴隷戦争、頻発することになります。この劇的な社会変化、いいところなんかあんまりないよね。属州が広がって穀物が安くなったっていうのはいいことかもしれないけれども、それ以外あんまりいいものが見えない。もっと深刻な社会問題っていうのが表面化してきている。なんとかしなきゃと立ち上がったのが、このティベリウス・グラックスという人です。前133年のことでした。ほら、出てきたよ、この前133年。ペルガモン王国がローマに編入された時、そしてイベリア半島で領土がぐっと内陸部に広がった時、前133年だっていうふうに以前紹介したけれども、この年っていうのは実はこのティベリウス・グラックスがご民間になった年なんですね。まずは軍政復活させなければいけません。軍政を復活させるためには中小農民たち
もう没落しちゃって無産市民になっちゃったけど、彼らにまた農地を提供して農民に戻ってもらうしかないわけですね。それをなんとかやろうと改革を断行した人、これがティベリウス・グラックスだったわけです。この人です。この人って2人いるけれども、グラックス兄弟な。多分こっちが兄、ティベリウス。で、こっちがガイウス、弟の方ですね。相次いでご民間になって、改革を行っていくわけなんだけれども、まずはお兄さんの方のね、ティベリウスのお話です。ここね、見えないと思うけど、T、G って書いてあるんだよ。ティベリウスとガイウス、センプロニウス・グラックスっていう風に書いてあるんだけれども、で、こっちが T、こっちが G でしょ。だからこっちが T、左側が G で、こっちが右側がガイウス G なんじゃないかな。独断と偏見で変な言い方ですが、思ってこちら側をティベリウス兄とさせていただきます。はい。センプロニウス農地法。ティベリウス・グラックスは、ティベリウス・センプロニウス・グラックスです。センプロニウス氏族の一員なわけですね。なので、センプロニウス農地法って名前がついているけれども、何のことはないです。覚えていますか？リキニウス・セクスティウス法。公有地500ユゲラ。今で換算すると125ヘクタールぐらいっていうことになるんだけれども、これ以上の土地を占有している人々は国に返さなければいけない。没収するっていうことですね。125ヘクタールってどれくらいかっていうと、大体ね、東京ディズニーランドとディズニーシーをくっつけると、約100ヘクタールなそうなんで、それより2割5分、4分の1ぐらいかな、大きい。一回りか二回りぐらい大きいっていうことですね。だから、ディズニーランドとディズニーシーと駐車場を合わせたぐらいが、この500ユゲラかな。そうすると大体大きさわかるんじゃない？相当広いよね、125ヘクタール。ランドとシーの二回りぐらいでかいっていうわけだから。それはそれとして、この大きな土地以上の土地を持っている人々は国に返さなければなりません。土地分配委員会っていうのを設置して、この占有地から制限以上の土地を没収すること、そして没収した土地を貧しい農民たちに抽選で公平に分配していく、そういうことをちゃんとやろうね。リキニウス・セクスティウス法を復活させようというふうに考えたんです。と言っても、実はリキニウス・セクス法、言えてねえな。リキニウス・セクスティウス法って、制定以来一度も適用されていなかったらしいね。それもすごい話なんだけれども、だからこれちゃんとやろうねっていうふうに訴えたのが、このセンプロニウス農地法、ティベリウス・グラックスが提案したわけです。実際にこの法案は通過したようだね。成立します。元老院議員たちだってね、クラウディウス法で商業経営できなくなっちゃった。海外貿易とかできなくなっちゃったから、結局儲ける手段って農業しかないわけですよ。つまり、土地を制限されたら、土地私有ってことだけどね、制限されたら、もうこれ以上儲けられませんっていうことになっちゃうわけでしょ。それは許せないよね。だから、元老院議員たちはティベリウスの法案を強硬に反発するわけですね。ティベリウスもそれ分かっているから、例えば本来だったらばね、法案っていうのは一回元老院議員を通して、で、事前協議みたいな形をしてね、いいですよってお墨付きを得た上で、民会の方に提出されて、ちゃんちゃんで法案成立っていうことになるんだけれども、もう完全に元老院通さないで、直接民会に出しちゃったりするわけですよ。で、法案成立を強行しちゃったりするわけですね。直接民会で審議しちゃうわけです。すると、元老院議員だって黙っていないわけだな。ご民間って2人いるわけですよ。で、もう1人の方がオクタビウスっていう人だったんだけれども、もうこの人、元老院に丸め込まれます。で、とにかく拒否権ってあったから、ご民間には、どっちかが無茶な法案出したら、どっちかが拒否権を発動するっていうことができるわけですね。だから、オクタビウスに拒否権発動させて、このティベリウスの出したセンプロニウス農地法ですか、これを廃案にしようと画策するわけだよ。で、それを知ったティベリウスは、なんと支持者たちを集めて、オクタビウス解任法案っていうのを出しちゃうんですね。つまり、自分の敵は法を曲げてでも追放するぞと。オクタビウスも相当頑張ったようだけど、最後には支持者たち、ティベリウスの支持者たちが強引に議場から引きずり出して、彼を追放しちゃったそうですね。ここまでしてセンプロニウス農地法は成立することになります。かなり強引な手法を使いました。あとね、
税133年といえばさ、ペルガモン国王アッタロス3世、これ以前やったね、覚えているかな。彼が遺言で、私死んだらペルガモン王国はローマに併合されますなんて残した人ですね。遺言は成就します。そして王様の、ペルガモンの王様だよの金銀財宝がローマに持ち運ばれる、もたらされることになると、なんとティベリウスはそれをね、元老院に通さないで貧民救済の資金源として使おうとするんだよ。そんな慣例今までなかった。当然ながら元老院一回通さなきゃいけないわけですよ。なのにここでまた元老院無視するわけでしょ。さすがに元老院議員も頭にくるよね。もう奴はやるしかねえなと完全敵対してしまうわけですね。でね、まだ続くんですよ。御民間って任期1年です。でも1年では自分のやりたいこと全部できないっていうんで、やはりこれも慣例を破ってティベリウスは次の御民間選挙にも立候補するんですね。再任を目指すんです。だけどこれ失敗したらティベリウスは多分殺されちゃうだろうなって自分自身も思っていた。もうさっきだった元老院議員たち周り囲んでいるわけだよ。さあ落ちろ、さあ落ちろって感じでね、もう選挙やっている間にそんな殺伐とした状況になっていく。だからすでにね、喪服着て、ティベリウスだよ、喪服着て選挙会場にやってきたらしいね。騒然となるわけだよ、そんな中で。すると元老院議員たちが手に棍棒を持ってその選挙会場でティベリウスをぐるっと囲みます。支持者たち、熱烈な支持者たちがなんとか防御しようと間に入るんだけど、みんな殺されちゃった。最終的には棍棒でめった打ち、ボコボコにされてティベリウスは殺されてしまうんですね。最後はこんなひどい悲劇で終わってしまいました。でもね、さっきも言ったように、センプロニウス農地法は通過しました。なので、法律として制度は実行されています。土地分配委員会、これも設置されています。特に今、発掘調査が行われて、その痕跡が見つかっています。南イタリアで没収された、元老院議員たちから没収された土地の再分配が行われた痕跡が見つかっているので。はい、というわけで南イタリア。やっぱりハンニバルが暴れた時、この辺りが主戦場になったじゃないか。だから相当荒らされたようでね。中小農民の没落なんかもこの辺がやっぱりひどかったようです。今水色で示したところが農地分配委員会が設置した農地の境界石。要するにここからここまでが元老院議員の土地ですよとかね、こっちは中小農民の土地ですよっていうような境界線をこれで示したような、その境界石が発掘されているところです。そして赤で示したところが実際に農地が分けられた痕跡のある地域だそうですね。結構南イタリア全般に広がっています。だけどね、この改革の適用っていうのはローマ市民だけに限定されています。でもローマと長年苦楽を共にしてきた、一緒に戦ってきた同盟士、彼らは頭に来るわけだよ。俺たちだって同じように命かけてこのイタリア半島を守ったじゃないかと。ずっと何百年も一緒に戦ってきたじゃないかと。なのになぜローマ市民だけが優遇されて俺たちはないがしろなんだ。同盟士の不満がどんどん高まっていきます。同盟士戦争、これもうちょっと後になるんだけれども、彼らはローマに反旗を翻し、大変な戦争、内戦になってしまうんですね。その布石になってしまったのが、くしくもこのセンプロニウス農地法だったわけです。同盟士戦争については、後にまた詳しく説明します。はい。というわけで、ちょうど10年後ですね、前123年のことです。弟のガイウス・グラックスが御民間に当選します。兄の意思を受け継いでそれを発展させようって考えたわけです。さっきも使った絵だけれども、こっち側が多分ガイウスですね。お兄さんに続いて土地に関する法案もいくつか出しているようなんだけれども、もう散逸してしまってよく分かっていないようですね。でね、土地法以外にも、例えば穀物法とか言って小麦の市場価格を半分にしちゃう。無産市民が溢れ返っているので、彼らを救済するために小麦の価格をただ同然にしちゃうとかな。例えば
軍備の全額国庫負担。中小農民にとっては、とにかく武器、武具全部自腹だからね。これを全額国庫負担、国が出すっていうことにすれば相当負担減るでしょう。こうすることによって中小農民保護しようという法案ですね。これを次々に出していきます。実現もさせています。もう一つ。兄のティベリウスは非合法に御民間の再選を果たそうとして失敗して殺されちゃった。だからガイウスはちゃんとこれを合法化しました。つまり御民間に再選できるようにしたわけだね。果たして全122年にもう一回御民間やることになるわけなんだな。2期連続でっていうことだけれども、こうして何がしたかったかっていうと、実はローマ市民権の拡大なんだよ。さっきもちょっと紹介したけれども、同盟氏は非常に不満を持っているわけですね。いろいろな改革、ティベリウスだな、兄が行った改革はローマ市民にのみ適用されるものだったので、同盟氏の人々が不満を持っています。だから彼らにもローマ市民権を与えようと考えたわけです。ラテン同盟氏には全て同等のローマ市民権与える。で、他のイタリア半島の同盟氏にも参政権を与えようなんていうふうに考えたわけだな。でもね、これが彼の失敗の元だったわけだな。ローマ市民にとってこの市民権というのは大きなプライドだったようだね。戦争だって言った時、もちろん同盟士の人々もう戦争に駆り出されるんだけれども、一番犠牲の多い真ん中部分っていうのはいつもローマ市民が担うことになっています。だからローマ市民権というのは命の代償みたいなところがあるわけですね。それをガイウスは同盟士にも広げよう、拡大しようっていうわけでしょう。反対する人がたくさんいても、不思議はないなっていう気がする。つまり、そもそもガイウスの支持者だった人の多くも反対派に回ってしまうわけですよ。なので結局この法案通りません。通らないからガイウスは3度目の御民間立候補するんですね。だけどこれ落選してしまいます。するとね、熱心なガイウスのその支持者たちが暴徒化してしまうわけですね。そして一番の急先鋒な保守派の元老院議員をなんと議場で殺してしまうという大事件が起きてしまいます。すると元老院側だって武装するわな。結局戦いになってしまって、この暴動は鎮圧されることになるんですね。ガイウスの支持者3000人が殺害されます。それを見たガイウスは一旦は逃げようとするんだけれども、追い詰められ最後には自害して果てることになります。これが最終的にガイウスが自害する、そのシーンを絵にしたところなんだけどね。岩投げようとしてる人いるな、おっかねえな、こんな風にして兄弟ともに殺されてしまうことになるわけですね。この後ね、結局グラックス兄弟の改革は次々と廃止されていくことになるんだけれども、全118年にはまず土地分配委員会廃止されます。そしてその7年後の全111年には私的なラティフンディウム経営が合法化されてしまいます。これでもう心置きなく元老院議員たちは領地、土地を増やし、そして大量の奴隷を刺激してラティフンディウムで大儲けすることが合法的にできるようになるわけですね。これまでローマ人たちは多くの民族、人種と戦い、そして勝ち続けていったわけですね。たまに負けちゃう時もあったけれども、最終的には地中海全般を支配するような巨大な勢力へと成長していくわけなんだけれども、これまでローマ市民同士が権力を争って戦い合うなんていうことはなかったわけですよ。だけれどもグラックス兄弟は保守派の元老院、同じローマ市民によって殺されちゃったわけだよね。これが大きな変化なわけですよ。このグラックス兄弟2人の殺害をきっかけっていうのかな、引き金にして以降100年にわたる内乱の一世紀が始まってしまいます。ローマ市民は保守派と改革派に分かれて、つまり罰族派と平民派に分かれて互いに殺し合うことになります。罰族派っていうのは保守派のことなんだけれども、言ってみれば元老院議員、もともとの名門貴族たちですね。幾多のその権利っていうのを持っていて、この既得権益を守ろうとして戦う。一方、平民派は騎士、
エクイテスですね、これを中心とした新しくお金持ちになってきた、いわゆる新興富裕層と言われる人々、これを中心として閥族派のこの既得権益者と戦うわけですね。これがいわゆる内乱の一世紀というものなんだけれども、ここさ、多くの先生方がね、左翼系っていうのかな、の先生方が、この平民派っていうのを引き合いに出して、内乱の一世紀は階級闘争の100年であると、そう教えていることが多いのね。違うから。権力闘争ですよ。だって、閥族派も平民派も、特に平民派だけど、騎士たちなんでしょ、エクイテスなんでしょ。一歩間違えば、ノビルスになっていた、新興貴族になっていた人々だよね。彼らは大きな権力を持っていたわけですよ。つまり、新しい権力者と古い権力者が、新旧交代っていう形で戦い合った。それがこの内乱の一世紀なのね。決して階級闘争ではありません。権力闘争なんです。この後ね、今挙げたマリウスとスラという2人の人物が、実力者が互いに血で血を洗う抗争をローマで繰り広げます。そしてその後には、この3人の人物の権力闘争、激しい権力闘争が起き、そして最後に、この人の登場によって内乱の一世紀は終結するわけです。はい。こうしてローマは急速な社会構造の変化に立ち向かわなければならなくなります。内乱の一世紀という過酷な試練を乗り越えていかなければなりません。今回のお話いかがでしたでしょうか？面白かった、ためになったと思ってくださった方は、チャンネル登録忘れずにお願いいたします。作っている本人、とても喜びます。それはそれとして、この内乱の一世紀、またまた多くの英雄たち、有名な人々が登場します。乞うご期待、ごきげんよう、さようなら。